うしてこんなものをたくさん作るのかしら。暇なんじゃないですか？ソニックシリーズ屈指の癒しキャラ、クリームザラビット。このクリームは、ソニックの仲間たちの中で最年少。いつもみんなから可愛がられている存在です。ですがその一方、このクリームは、ソニックシリーズの隠れた最強キャラとも呼ばれているのです。彼女はデビュー作で、ソニックやテイルス、ナックルズをもしのぐ最強キャラとして君臨しました。さらにヒーローとしてのポテンシャルも、ソニックに引けを取らないほどです。ということで今回は、ソニックシリーズの隠れた最強キャラ、クリームザラビットの最強エピソードを、3つご紹介したいと思います。それでは早速行ってみよう。ここは私に任せてください。まず皆さんにお伝えしたいのは、このクリームが、ソニックたちみんなの妹のような存在であることです。クリームは見た通りウサギのキャラクターで、本名はクリームザラビット。ソニックたちの中では最年少です。そのため、他のキャラたちから非常に可愛がられてますね。実際めちゃくちゃ可愛いもんな。可愛い。またクリームは、とても礼儀正しく穏やかです。誰にでも常に敬語ですし、ソニックと初めて出会った時はこの対応。さらには、敵であるエッグマンやロボットでさえも、さん付けで呼んでいます。めちゃくちゃしっかりしてる。全然最年少に見えないな。実際ソニックたちの中で、一番まともかもしれないですね。そんなクリームは、2002年発売の、ソニックアドバンス2というゲームで初登場しました。急に可愛らしいキャラクターが出てきて、当時のプレイヤーはさぞ驚いたことでしょう。ちなみにゲームでの初登場は、こんな感じでした。おいヒゲ、クリームに何しとんじゃ。このボス戦をクリアすると、クリームが操作キャラとして加わります。クリームはお留守番の方がいいんじゃないかな。こんな小さな女の子が、冒険なんてできるのか。当時のプレイヤーも、恐る恐るクリームを動かしてみたことでしょう。ですが、しばらく遊んでいると気づくのです。あれ？このキャラ、強くね？ゲームの最初のボス戦。この戦闘で、クリームのポテンシャルの高さが垣間見えます。今作のボス戦は、このように走りながらの戦闘です。爽快感があってとても楽しいボス戦ですが、常に動きながら戦うので、難易度もかなりのもの。このスピード感の中で、エッグマンの攻撃を避けつつ、コックピットに攻撃する。確かにかなり難しそうだ。そんな中、このクリームが、とてつもない強さでボスを蹂躙するのです。クリームの戦闘を見てみましょう。倒したー。今何が起きたんだ？クリームが何か投げてた。彼はクリームの友達、チーズという名前のチャオです。実はクリームは、このチーズにお願いして敵を倒してもらう、という固有アクションを持ってるんですね。しかもこのチーズが超優秀で、敵を自動で追尾して攻撃してくれるんです。そのためこの二人にかかれば、ラスボスであってもこの通り。完全に無双してる。でもこれ、クリームじゃなくてチーズが強いんじゃないか。何をおっしゃいますか？いくら友達の頼みとはいえ、敵に突っ込むなんて恐ろしいこと普通できないでしょう。チーズがそれができるのは、それだけクリームのことを大切に思っているから。つまりこの技は、クリームの素晴らしい人柄があるからこそなせる技なのです。しかもこの時、狙いを指示しているのはクリームの方。冷静に相手を観察し、的確に弱点を見抜いているのです。人から慕われる素晴らしい人格と、相手の弱点を100発100中で見抜く優れた観察眼。これがクリームの強さじゃなくてなんだというのですか？ごめん悪かった許して。わかればいいのです。またこの他にも、クリームは耳を羽ばたかせて空を飛ぶことも可能。機動力にも優れています。さらに、2003年発売のソニックヒーローズというゲームでは、エミーとビッグという二人のキャラクターを持ち上げて飛ぶという、離れ技もやってのけました。めちゃくちゃ力持ち。力持ちなんてもんじゃありません。エミーはともかく、このビッグというキャラクターは、見ての通りとてつもない巨漢。なんと体重は、280キロもあります。280キロ。これは大体、グランドピアノと同じくらいの重さだそうです。ピアノ1台引っ張って飛んでるってことか。クリーム、可愛い顔して、恐ろしい子。ということで、クリーム最強エピソードの一つ目は、見た目に反してぶっ壊れ性能でした。ドキドキです。クリームは、コミュ力も最強です。彼女のコミュ力が遺憾なく発揮されたのが、2005年発売の、ソニックラッシュというゲーム。このゲームでは、
ソニックの他に、異世界からやってきたブレイズというキャラが操作できるようになっていました。ブレイズ編の冒頭、ソニックたちの世界に迷い込んだブレイズの前に、クリームが現れます。そして自己紹介もほどほどに、ブレイズを自宅に招待するクリーム。急に自宅？距離の詰め方がエグい。クリームのあまりのコミュ力に、ブレイズもこのリアクションです。ごもっとも。家に着いたクリームは、ママにブレイズを紹介します。もう友達になってる。てか急に人連れてきて、ママさん怒らないのかな。大丈夫そうです。この親にしてこの子あり。結局ブレイズは、クリームの家でお茶をごちそうになりました。完全にクリームのペースだな。その後、ブレイズがソルエメラルドという宝石を探していると知ったクリームは、ソニックに協力を仰ぐことを提案。ブレイズをソニックの元まで案内することになりました。いらんというのに。ブレイズ完全にツッコミ役だな。その後もクリームは、行く先々でブレイズに話しかけたり、友達を紹介したりします。クリーム陽キャすぎわろた。お、ナッコじゃないか。ナックルズのことを、丁寧に紹介するクリーム。やめたれや。クリームとナックルズのじゃれ合いに、呆れて物が言えないブレイズ。辛辣。ですが、このクリームの明るさの前に、徐々にブレイズにも変化が。お、ブレイズが笑った。はじめは、クリームに友達だと言われるのを嫌がっていたブレイズですが、だんだん嫌悪感がなくなっていきます。そして物語の終盤、ブレイズは、エッグマンにさらわれたクリームを助けに行くことに。友達だからこそ、自分の手でクリームを助け出したい。ソニックたちにそう告げ、ブレイズはエッグマンの元へ走っていきます。ついに友達って言った。そして見事、クリームを助け出したブレイズ。飛びついてきたクリームを、笑顔で迎え入れました。なんか、この絵泣けてくるな。クリームの正直さ、純粋さが、見事ブレイズの心を動かしたんですね。これはちょっと正直すぎだけどな。他にもクリームは、エッグマンが作った G メルというロボットを、家族として迎え入れたこともあります。この G メルはもともと敵で、ソニックたちに敗北して壊れてしまいます。ですが、そんな G メルをクリームが見つけ、テイルスに修理を依頼。治った G メルを、家族として迎え入れたのです。クリームがいい子すぎて泣けてくる。類まれなる正直さや純粋さ。そして、それらをまっすぐ伝えられるところは、間違いなくクリームの大きな力ですね。ということで、クリーム最強エピソードの2つ目は、どんな人の心も動かす、驚異のコミュ力でした。クリームはシリーズ最年少ながら、ソニックたちの冒険によく参加しています。自慢のぶっ壊れ性能を活かして、ソニックたち顔負けの活躍をすることも多いですね。ですがその一方で、幼いクリームにとっては、あまりに残酷な経験をすることもしばしば。特に、クリームにとって辛い出来事が、通称 IDW ソニックと呼ばれる、コミックシリーズで描かれました。コミック第4巻で、ソニックたちの世界に、とんでもない大災害が巻き起こります。突如世界中で、メタルウイルスというウイルスが蔓延。このウイルスに感染した者は、まるでゾンビのようなロボットに変貌してしまいます。触れただけで簡単に移ってしまうこのウイルスは、瞬く間に感染を広げ、世界中が大パニックに陥りました。まるでバイオハザードじゃないか。一体何が起きたんだ。エッグマンがこのメタルウイルスを作って、世界中にばらまいたんですね。マジでこのヒゲ何やってんだ。これはシャレにならないだろ。そしてこのメタルウイルスの感染者たちは、クリームの家にも押しかけてきます。クリームたちは必死に感染者を食い止めようとしますが、あまりに数が多くて防ぎきれません。そしてついに、クリームの親友であるチーズと、その友達のチョコラが、クリームたちを逃がすために犠牲となってしまいます。この時のクリームの絶望した表情は、見ていてとても苦しかったですね。こんなの大人でもしんどいよ。ですが、悲劇はこれだけでは終わりません。その後も、メタルウイルスのパンデミックは収まらず、感染を免れた人たちは肩を寄せ合って避難していました。ところがその中に一人、感染者が紛れ込んでいたのです。そして今度は、クリームのママが犠牲になってしまいます。そんな、お母さんまで。
友達、母親を立て続けに失ったクリームは、一時心を閉ざしてしまいます。こんなの辛すぎるだろ。ですが、ここからのクリームがすごかった。その後、メタルウイルスの勢いはとどまるところを知らず、ついには開発者のエッグマンでさえも、手に負えなくなってしまいます。そして、機械を操る能力を持った、6機衆という者たちによって、感染者たちは支配されることになりました。ソニックたちは、感染者を6機衆の手から解放するため、仕方なくエッグマンと手を組みます。しかし、この大惨事を引き起こしたエッグマンを、みんなが受け入れられるわけがありません。中には、感染した友人の仇を討とうと、エッグマンに襲いかかる者もいました。ところがその時、クリームが止めに入ります。この問題を解決するには、エッグマンの力が必要だから。そう言ってクリームは、エッグマンへの復讐をやめさせたのです。クリームだって、エッグマンのこと許せないはずなのに。しかもその後、相手に寄り添う姿勢まで見せました。クリームその後ソニックたちは、6機衆からカオスエメラルドを取り返すことになります。クリームはもともと留守番の予定でしたが、いても立ってもいられず、ジーメルと共に6機衆の元へ向かいます。クリームはもともと、争い事が大の苦手。ですがこの時は、みんなを助けるため、6機衆に挑んでいきます。そしてジーメルと力を合わせ、見事、カオスエメラルドを取り返すことに成功したのです。すごい、クリームも立派なヒーローだぜ。ところが、勝利の代償は大きかった。そんな、嘘だろ。クリームは、自分はみんなのところに戻れないからと、ジーメルにカオスエメラルドを託します。しかしジーメルは、カオスエメラルドだけをソニックたちの元に送り届け、クリームの元に残るのです。その後、他の仲間たちもカオスエメラルドを取り返し、最後はソニックとシルバーが、世界中のメタルウイルスを除去することに成功。感染者たちは、無事元の姿に戻ることができました。クリームも、母親やチーズたちと再会を果たします。よかった、本当によかった。今回、最後を飾ったのはソニックとシルバーです。ですが、友達と母親を失ったにもかかわらず、他のみんなに寄り添い、6機衆にも勇気を出して立ち向かったクリーム。彼女の心の強さ、そしてヒーローとしての資質は、ソニックたちにも引けを取らないレベルだと思いますね。とても最年少とは思えないな。クリームの今後が、とても楽しみです。よかったですね。以上、ソニック界の隠れた最強キャラ、クリームの解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。